なぜお金持ちになりたくてもなれないのでしょうか。なぜお金があっても幸福感が得られないのでしょうか。私はこの問いにお答えできる学びと経験を持っています。本書では2つの問いに答えながら、お金と幸福が同時に手に入る9つの習慣をお伝えします。今でこそ一生働かなくても生きていけるほどの資産を形成していますが、17年前にはハワイでホームレス状態、住む場所を失い、友人のガレージをジプシーのように渡り歩く日々でした。当時の夫から DV を受け、身も心もボロボロ。家もお金も仕事も何もない状態だったのです。このように人生のどん底を経験。お金が欲しい、幸せになりたいと強く願った私だからこそ、冒頭のなぜお金持ちになれないのかという問いに徹底的に向き合ってきました。そして答えを見つけた私は、再婚したアメリカ人の夫とラスベガスの高級コンドミニアムで暮らしています。隣近所は呼吸するだけでお金が入ってくるような桁違いのミリオネアばかりです。ところが一部の人はミリオネアであっても幸福そうに見えません。お城のような家に住み、吐いて捨てるほどのお金を持っていても、身内や友人を信じられず、自分を絶対に裏切らない飼い犬だけが唯一の心の支えという例が少なくないのです。幸せでないお金持ちとの出会いは、なぜお金があっても幸福になれないのかという問いの答えを考える機会になりました。答えのヒントになったのがヨガ哲学です。日本では習い事の一つ、または美容やダイエットのために行う習慣というイメージが強いヨガですが、本来は本当の自分自身に出会い、真の豊かさや自由を手に入れる実践法です。ヨガは体だけではなく精神をも鍛え、自分自身や周りの状況を客観的、俯瞰的に捉える知恵を授けてくれます。机上の空論ではなく、3500年以上前に生きた先人たちの実践から生まれた英知であり、現代でも非常に実用的な技法です。さて、冒頭に2つの問いがありました。結論から申し上げましょう。お金持ちになれない人は、お金持ちになりたいと本気で願っていません。なぜお金が欲しいのか、得たお金を何の目的に使おうとしているのか、理由と目的がはっきりしていないのです。心がお金持ちになるという方向にしっかり向いていない、何かしらの心理的ブロックがある状態です。お金があっても幸福感が得られない人は、心が満悦モードに入っていません。人生の評価軸を他者に置いているのも特徴です。逆に幸せなお金持ちは、他者や周りの環境にはほとんど動じない自分軸をしっかり持っています。それだけではありません。二つの問いの答えの奥には愛があります。愛の有無が物理的かつ精神的成功の鍵です。自分を愛している人、家族や親しい人、そして命あるものを愛している人。このように愛を持って生きている人は心が満悦モードに入っています。現代に生きる私たちは新型コロナウイルスや自然災害、社会的、経済的な情勢の変化によって誰の身にも想定外の出来事が降りかかる社会に生きています。そんな不安と隣り合わせの日常に活かせる知識、実践法としてお金と幸福の両方が手に入る9つの習慣を執筆しました。この本を手に取ってくださった方が唯一無二の自分の存在に目覚め、感謝し、一度しかない人生を命尽きるまで楽しまれるように心より願っています。こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回はミリオネアヨガマスターの9つの習慣という本をご紹介したいと思います。それではここで皆さんに質問します。お金持ちになりたいですか？ほとんどの方がうなずいてらっしゃいますね。それでは次の質問です。幸せになりたいですか？ほぼすべての方が当然ですっていう表情を浮かべられております。ただ、
どちらも難易度高めですよね。絶対になれるなんていう明確な方法なんかないわけですから、何から始めてどうしていけばいいのかさっぱりわからないわけですよ。でもあったんです。インド3500年の英知であるヨガ哲学に答えがあったんです。お金持ちになり、そして幸福も手に入る。さらには一度しかない人生をたっぷりと謳歌できる方法、ヨガ哲学を余すことなく伝えてくれているのが本書なんです。著者はアキ・ソラーノさん。元フリーアナウンサーで現在ラスベガス在住のアキさんは、ヨガ指導、金融投資、不動産、その他様々なビジネスを手掛けられるミリオネアです。一見華々しい道を歩き続けてこられたのだろうと思われますが、実はそうではありません。貧困や心の病を経験、夫が肺がん末期、阪神淡路大震災被災や 9.11 テロに現地で遭遇、前の夫からの家庭内暴力、異国の地でガレージジプシーとして暮らす、など逆境の連続。このような中でアキさんを救ったのが、インド3500年の英知が詰まったヨガ哲学だったんです。本動画では本書のこの雰囲気をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。幸福度 100% で生きる。今、あなたの幸福度は何%ですか？あなたが理想としている人生、または生活を 100% だとしたら、現時点でどのぐらい幸福を感じているでしょうか？私は 100% です、と即答できます。この本で紹介するテクニックがあれば、どんなトラブルがあったとしても、自分で幸福度を上げられるからです。私もすべてが順風満帆で悩み事がないから幸せというわけではありません。ミリオネアとして裕福な生活ができているからでもありません。事実、私の夫トニーは末期がんで闘病中です。余命1年と宣言されて以来、幾度となく繰り返される入院と手術、3ヶ月に一度の定期検診を受けながら、酸素吸入器を手放せない生活を続けています。それでも私は逆境だからこそ、幸福度を上げる取り組みを欠かしません。お金と幸福の両方が手に入る9つの習慣で気持ちが明るく笑顔が増え、トニーは余命1年宣言から今年で6年目を迎えます。外側からの情報でネガティブになるのは当然です。ですが、逆境と感じる場所から自分の力で脱出できるのも事実です。想像していたよりもずっと早く夫との別れを迎えるかもしれないという事実に直面したとき、私は奇跡を信じ、トニーと共にいる時間を変わらず楽しもうという気持ちに切り替えました。幸福度は内なる力でどんな風にも変えられます。ヨガの教えを取り入れながら今ここでのベストを尽くしましょう。不幸の裏には幸せがある。ヨガ哲学では物事にある裏と表の観察を重要視します。物事はすべて二つの側面からできているという教えを二元論と言います。例えば表と裏、光と闇、善と悪、陰と陽など一方があるからもう一方が存在し、すべてが両面を兼ね備えているという考え方です。ヨガはこの二元論について一つの側面を見たらもう一つの側面も同時に見なさいと説いています。これは私が経験した一つの例です。私は住まいであるコンドミニアム内のカフェでくつろぐ時間が大好きです。しかしその日は
注文したカフェラテをうっかりひっくり返してしまいました。こぼれたカフェラテは近くにいたエレガントな女性の足元近くにまで広がり大ピンチ。白い大理石が茶色に染まり、周りの人が皆こちらを見ていました。その時です。そのエレガントな女性が立ち上がり、優しい言葉とともにペーパーナプキンを差し出してくれました。少し言葉を交わした後、彼女と一緒にお茶をしました。聞けば、私と同じくハワイからラスベガスに移住してきたとのこと。ハワイでは同じ地域に住んでいたという偶然もあって意気投合。世界中に家を持つミリオネアの彼女とこの一件ですっかり仲良くなり、主催しているホームパーティーに誘われるなど友人の輪が広がりました。現在も豊かさと幸福の秘訣を二人でシェアし合っています。この出来事は結果的に私に幸運をもたらしました。もし私がカフェラテをこぼした瞬間、うんざりとした表情を出したり、イライラした口調で店員さんを呼びつけていたりしたらどうだったでしょうか。彼女とお友達にはなれなかったでしょう。カフェラテをこぼしてしまったイコールネガティブな出来事という一面だけで捉えるのではなく、ネガティブの裏にはポジティブな面が必ずある。そう知っていると何事にも冷静に対処できます。すべての物事や事象には必ず二つの側面があります。トラブルが起きた時こそ心静かに観察して幸福を引き寄せるチャンスに変えましょう。悲劇を幸福に変えるプラティパクシャ・バーバナ。夫のトニーが末期がんだと分かった時、もちろん私は絶望を隠せませんでした。なぜこんなことが私たちの身に降りかかるのかと天を恨みました。しかし、普段からヨガを実践している私は、物事には必ずもう一方の側面があると知っています。落ち込む暇なく、すぐに考えを切り替えました。夫の癌というネガティブな事実の裏側に、どんなポジティブがあるだろうか。一度しかない人生を命尽きるまで楽しむチャンスが来た。そう考え、プラティパクシャ・バーバナの教えを実践しました。プラティパクシャ・バーバナは二元論からさらに一歩踏み込んだヨガ哲学です。ネガティブな出来事が目の前に現れたら、その反対側にあるポジティブな面へ同時に焦点を当てるのが重要と説いています。世の中の現象は心のあり方、受け止め方、解釈の仕方で幸せにも不幸にもなります。自分の視点をどこに置くかは 100% 自分次第。つまり幸せは自分の手でコントロールできるのです。夫の癌が分かってから私たちは夫婦二人で経験したいこと、私たちが心から幸せだと感じることを真剣に考え、できることからどんどん実行しました。一緒に料理をする、旅行を楽しむ、ダンスを習う、日本に住む、憧れだったラスベガスに移住するなど、エキサイティングで楽しい毎日を過ごし続けています。これまでに日米を通して数々の逆境を経験しました。阪神淡路大震災も 9.11 テロも現地で体験したと話したら、不幸だねという人が多いと思います。ですが私はこれらの逆境にあるもう一つの側面を見てポジティブに変換できます。だから決して不幸ではありません。ネガティブな事象が起きたら必ず反対側にあるポジティブな側面を観察。どこにフォーカスすべきかを慎重に判断しているから幸福度 100% と即答できます。ネガティブな出来事が続き憂鬱な気持ちを抱えているならプラティパクシャ・バーバナを実践してみてください。逆境を進化成長に変える満悦モード。私はこれまで逆境に出会うたびに乗り越え、さらに飛躍して生きてきました。それができた秘訣は、今ここの自分が満たされているという点にフォーカスしたからです。今生きていることが幸運であり、奇跡だから感謝しかないという気持ちに意識を向けた結果、逆境でも進化できました。ヨガの教えにある足るを知るという考えを大切に実践しながら、
満足と感謝と喜びに浸った状態に入る。これを私は満悦モードと呼んでいます。満悦モードに入ると、今に満足し、感謝し、今の自分を愛し、信頼できます。未来に起こるすべてを受け入れる覚悟が決まります。まだ見ぬ未来に恐れを感じなくなります。満悦モードに入るには使命感も重要です。自分のためだけに生きていると人生の満足度が低くなります。私も幼い頃は自分を卑下し、自分を嫌って生きていました。人前に出られないほどの引っ込み思案で、誰かのための使命なんて一つもありませんでした。ですが現在は多くの人の前に立ち、講義やセミナーを開催しています。誰かにとっての喜びや生きる糧になる命の使い方をしようという使命を得たからです。今の私は逆境に出会うと、密かににやりとしてしまいます。なぜなら、また学べる。誰かの役に立てる材料を宇宙からいただける。そう理解しているからです。満悦モードを体験した人は、どんな出来事も受け取り、進化成長できます。さらに、強運や幸せを引き寄せられるようになります。ぜひ本書を最後まで読んでいただき、満悦モードに入れる自分を手に入れてください。私たちの心の内は外側の世界に投影されます。そして心は自分自身で自由にコントロールできます。外の世界で引き寄せたいこと、経験したいことがあるなら、ゆったりと呼吸をして、心の中で自由に描いてください。内側の世界の主人公はいつでもあなた。誰の介入も受けません。今ここにいるあなたへ、無限の愛が込められた宇宙からのスポットライトが降り注いでいます。たとえ恋人の機嫌が悪くても、それはあなたの感情ではありません。恋人が抱えている気持ちであり、恋人の心はコントロールできません。動かせないものに怒ったり、イライラしたりする生活は、もう終わりにしましょう。コントロールできるのは、今、ここにいる自分だけ。それを知っていれば、あなたはいつでも満悦モードで自由を楽しめるのです。人生を好転させて幸せなお金持ちを目指す鍵は、自分を探求すること、自分を知ること、そして今ここにある自分のすべてを愛を持って受け入れることです。どんなにいい大学を出て素晴らしいキャリアがあっても、今ここの自分を受け入れられなければ、真の幸せは得られません。たとえお金があっても、不幸せなお金持ちになってしまうでしょう。人は自分を丸ごと受け入れて初めて幸せになれます。24時間365日一緒にいる人は誰ですか？答えは自分自身です。一番近くにいる存在から愛されなかったら辛いですよね。たまらなく悲しいですよね。人は皆自分に愛されたいと願っているのです。満悦モードで自分を愛せるようになると自分に寛大になれます。脳内ではセロトニン、オキシトシン、ドーパミンが分泌されやすくなり、心と体の調子が整えられます。私たちの体は3次元です。3次元である以上、思い通りにいかないこともあります。重力にも逆らえません。年も取ります。ネガティブな感情からも逃れられません。でも、自分を責めないでください。今ここをすべて受け入れ、手放せばいいだけです。執着を持っていては今に生きられません。幸せなお金持ちの器がネガティブな気持ちで壊れないように満悦モードで過ごしましょう。あなたの人生は必ず好転できます。何もなくても呼吸がサポートしてくれます。ここに体があるから行動できます。この体は期間限定であなたに与えられています。年月とともに劣化もします。いつだって今が一番若い時。人生に遅すぎはありません。幸せなお金持ちを目指して一歩踏み出しましょう。私は自信がなく自分を受け入れられない人間でした。人に振り回され、
人に傷つけられることが日常茶飯事でした。でも今は違います。今ここで全てを受け入れ、愛の存在を知りました。ネガティブな言葉を言われて傷ついても、自分をありのままに観察し、認めてあげると心が明るくなります。満悦モードで傷ついた気持ちを手放せば、さらに自分らしく今を楽しめます。今は今しかありません。私たちの体は過去や未来へ行き来できない存在です。呼吸も今しかできません。すべてが今ここです。一方で、内なる英知である本当の自分は、過去、今、未来、すべての経験に存在します。どこにいても深い愛情と信頼で、いつでもあなたを見守ってくれています。あなたと宇宙をつなげてくれています。だから大丈夫。大きな愛に包まれながら使命を持って人生を楽しみましょう。私たちは自由になるために生まれてきました。あなたにはたくさんの才能や美徳があり、無限の可能性しかありません。今すぐ幸せなお金持ちになると決めて呼吸しましょう。そして自分を愛する未来を描いてください。ほら、その裏でたくさんの味方が動き始めました。私は長い間自分を受け入れられませんでした。でも本当の自分に出会い、心をそのまま受け止め、自分が愛の存在だと理解しました。この本でお伝えすることを長年実践し、この本を書くまでに至りました。感慨深い一方で、すべてマヤではと思う自分もいます。ですが、これの執筆作業がマヤだったとしてもいいのです。満悦モードでとことん楽しんで、また自分が向き合いたいマヤを作ったらいいじゃないと思います。だって人生は一度きりなのですから。最後にこの本を読んでくださるすべての方が今よりももっと幸せに自分を信じ、自分の人生を愛し、今ある命を使って人生を楽しんでほしいと願っています。あなたの幸せが私の幸せです。さあ一緒に人生を満悦モードで楽しみましょう。いつも通りプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？ミリオネアヨガマスターという強めなタイトルですから、これでお金も地位も名誉も全部ゲット的なギラギラした内容なのかなと思ったりする方もいらっしゃるかもしれません。ですが、本書はむしろ逆。いかに自分自身が豊かになるか、今ここを素敵に生きるか、自分の内側の本当の自分に出会うためにというヨガ哲学の本質を伝えてくれているんです。そういったヨガ哲学を生きていけば、おのずとお金だけではなく、ありとあらゆる幸福が自然と手に入っていくんですね。本書はここから幸福になるための9つの習慣に入っていきます。感情、体、呼吸、言葉、コミュニケーション、お金、内なる英知、愛、ミッション。豊かで幸せな方々が実践しているこれら9つのヨガ哲学を理論と実体験から教えてくれ、満悦モードに入る方法をはじめ、それぞれヨガを用いた実践方法がたくさん紹介されています。普段触れることがないヨガの考え方も、アキさんの凛としていながら優しく包み込んでくれるような語りによって、すっと心に入ってくるような感覚なんです。ついついヨガというと体を使ったものやポージングなんかをイメージしてしまいますが、本書を読むとそれらはヨガの一部分で、ヨガの本質とは人の生き方そのものということがわかります。そのヨガの哲学、ヨガの真髄を知ることは生き方自体を知ること。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で5つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、
チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。